こんにちは、ロック204チャンネルです。今回の動画よりプログラミング初心者を対象にスクラッチ言語シリーズ講座を開始します。第1回目は、スクラッチ言語入門と題しをお送りします。この動画の内容は、スクラッチ言語の概要、そしてスクラッチエディターの使用方法について解説します。最初にスクラッチ言語の概要を見ていきましょう。このスクラッチ言語は2006年米国 MIT メディアラボのミッチェル・レズニック教授のプロジェクトにより開発されました。この言語の特徴は、子供が学びやすい初心者用プログラム環境となっています。スクラッチ言語を使用して自らプログラムを作ることにより、プログラミングの基礎概念を学べるようになっています。またスクラッチで作成したアルゴリズムは他のコンピューター言語への書き写しが可能となっていて、C 言語など高度なプログラミングへの応用もできます。スクラッチの特徴について説明します。スクラッチは8歳から16歳を対象としたビジュアルプログラミング言語です。直感的な操作性。スクラッチはカラフルなブロックをドラッグ&ドロップで組み合わせるだけでプログラムを作成することができます。プログラミングの知識がなくても感覚的に操作してゲームやアニメーションなどの作品を作成することができます。多言語対応。スクラッチは70以上の言語に対応しています。日本語、英語、中国語、スペイン語など世界中のユーザーがスクラッチを利用することができます。無料。スクラッチは無料で利用することができます。インターネットに接続できる環境があれば、誰でもスクラッチでプログラミングを楽しむことができます。スクラッチは以下のメリットがあります。プログラミングの基礎を学ぶことができる。スクラッチはプログラミングの基礎を学ぶのに最適な言語です。スクラッチでプログラミングを学ぶことで、論理的思考力や問題解決能力、想像力などのスキルを身につけることができます。異文化交流ができる。スクラッチは多言語に対応しているため、世界中のユーザーと交流することができます。スクラッチで作品を共有することで、異文化理解やコミュニケーション能力を高めることができます。プログラミングの楽しさを知ることができる。スクラッチは、プログラミングの楽しさを知ることができる言語です。スクラッチでゲームやアニメーションなどの作品を作成することで、プログラミングの面白さに触れることができます。スクラッチは、プログラミングの学習だけでなく、創造性やコミュニケーション能力の向上にも効果的な言語です。スクラッチでプログラミングを楽しむことで、将来に役立つスキルを身につけることができるでしょう。それではスクラッチエディターの使用方法について説明します。スクラッチのプログラミング開発環境には2つあります。1つはブラウザーを使用して、その中でプログラムを作っていく環境です。もう一つの方法はデスクトップ版の専用アプリをダウンロードし、インストールして使用する方法になります。この方法では、インターネットに接続しなくても使用できますが、インストールした PC のみでの使用に限定されることや、バージョンの違いによっては、面の見え方が違ってきますので、この講座ではインターネット環境があればすぐに使用できるブラウザーを使用した方法で解説していきます。最初にスクラッチ ID を作りましょう。ID を作るメリットは自分のプログラムをクラウド上に保存することができます。また他の人とプログラムを共有することができますので、ぜひ ID を作成してください。作成手順は最初にスクラッチのホーム画面に移動します。画面に表示されたアドレスから入ってください。そしてサインインの隣にあるスクラッチに参加しようをクリックしてください。次にユーザー名とパスワードを作成します。そして次へを押して、どこに住んでいますかの欄ではジャパンを選択してください。そして次は、いつ生まれましたかのところは月と年を入れましょう。その次の画面では性別を選択し、すぐ連絡が取れるメールアドレスを入れてください。ID が登録されたらスクラッチの管理団体より登録したメールアドレスに確認メールが届きますので、それをチェックしてください。これで ID 登録が終わります。それではスクラッチの起動方法について説明します。最初はですね、こちらの方、アドレスバーの方に
スライドにありますこの URL を入れます。そして、プログラムとかクラウドに保存したいとか、そして、共有したい場合はサインインを押してください。で、ここのサインインでここに、ユーザー名、パスワードを入れて、サインインします。そうするとこちらの方がマークが出てきますね。これがサインした状態になります。そして、この作るこのマークをクリックします。そうするとプロジェクトのプログラムですね。プログラムを作る画面になります。そしてここで、プログラムを書くということになりますね。で、プログラムの作成が終わったらこちらの方でホームに戻って、そして、こちらの方サインアウトっていう風にして、この画面を離れてください。スクラッチの編集画面について説明します。この画面をプロジェクトエディターと言います。左からカテゴリー、その隣がカテゴリーで選ばれたブロックが表示されるブロックパレット。そしてその右はプログラムを書くエリアです。スクリプトエリアと言われます。右上の領域がステージと言われる実行画面になります。その下がスプライトの属性を表示する部分。そしてその下にはスプライトリストと言われるものがあります。右下のところにステージと書かれたものがあります。ここには背景を登録することができます。それではスクラッチの編集画面の方から確認していきましょう。まず作るを押します。そうするとこういうような画面になります。これがスクラッチの編集画面になります。プロジェクトエディターとも言います。そして、こちらの方から確認していきましょう。こちらの方がカテゴリーと言われるもので、こういうブロックが機能別に、分類されています。これを切り替えることによってこういうような機能ごとにブロックが出てきます。こちらの部分がブロックバーって言われます。それからここの部分ですね。この部分が、スクリプトエリアという部分で、ここの部分でプログラムを書いていきます。そしてこちらがステージと言われるもので、プログラムを書いたらここで実行されて、こういうようなキャラクターがですね動くというような形になります。この、キャラクターのことをですね、スプライトというふうに言います。で、スプライトのこの属性ですね。属性がここに表示されています。で、属性のところをちょっと見ていきましょうか。この今の猫の属性ですね。こちらの方が、ここに座標がありますね。で、大きさとか向きとか、それから表示するとかしないとか、そういうような属性がここにあります。で、今選ばれたスプライトがここに表示されています。そして、その、隣ですね、ステージというものがありますけども、今、白い背景ですね。このステージの背景をここで、選ぶことができます。で、ステージの背景をこちらの方でですね、追加するとかそういうことができます。また、後ほどのですね、動画の方で紹介したいと思います。それではスクラッチの基本的プログラムの構造について見ていきましょう。このプログラムを構成する一つ一つのブロックのことをスクリプトと言います。
スクリプトとは台本、脚本などのことを示すようですが、スクラッチ言語においては簡単な命令を実行するブロックのことを言います。プログラムの実行開始は、イベントハンドラーと言われるものによって行われます。イベントハンドラーとは、何かの出来事、例えば、グリーンフラッグが押されたとき、メッセージを受け取ったとき、スペースキーが押されたときなどの事象が発生したときを契機としてプログラムの実行を行うものです。このイベントハンドラーによりプログラムの実行が開始されると、プログラムは基本的に上から下へとスクリプトが実行されていきますが、制御ブロックと言われるプログラムの向きを変えることができるものもあります。この図では、10回繰り返すというブロックが用いられています。このブロック内のスクリプトは、理解しのたびに実行されます。スクラッチにおいては、プログラムはここに書かれるのでしょうか。それはオブジェクトと言われるものの中に書かれます。このスクラッチ言語においては、オブジェクトはスプライト、ステージなどのことを言います。左の図では、スプライト1の猫のキャラクターにプログラム1を記述し、またスプライトアビーには、図のプログラム2を書くことができます。一般的にプログラムの実行開始はグリーンフラッグを押すことによって開始されます。別のパターンとしては、クブロックをクリックすることによっても単独にプログラムを実行することができます。プログラムを途中で停止したい場合は、グリーンフラッグの横の赤い停止ボタンを押します。それではプログラムを作ってみましょう。まずグリーンフラッグが押されたときは、イベントハンドラー、ここイベントありますよね。ここを押します。そうすると、グリーンフラッグが押されたときがあります。こういう形でドラッグしてこちらに移します。そして、例えば、こんにちはっていうふうな吹き出しを出したいときですね。見た目のところで、こんにちはと2秒言うっていうのがあります。これをこちらの方に、出していきます。そしてここでこういう形で合体させます。次に、制御で、10回繰り返すをこう入れましょうか。これを持ってきて、10回繰り返す。そして次に歩かせます。10歩動かすをこの中に入れます。そして、次に1秒待つを入れます。こういう感じでですね、プログラムをこう組み合わせていくんですね。それで、今この猫のキャラクターの方に書きましたね。で、今書いたのはこのスプライト1という、このオブジェクトに書き込まれたわけです。そしたら別のプログラムを別のオブジェクトに、書いてみたいと思います。ここでスプライトを選ぶっていうのがあります。で、例えばアビーっていうキャラクターですね。このスプライト名がアビーです。をここに書いたとし。そしたらこれをアビーを選ぶと、アビーの中にはプログラムが入ってません。そこでこのアビーのところにですね、このスプライトが押された時っていうのをこちらに移して、そして、見た目をこんにちはという、このスプライトが押された時、こんにちはと吹き出しを出すわけですね。ここでこんにちはっていうふうな2秒間実行されましたね。こういうふうにイベントを起こせば
そのイベントに対応してプログラムが実行されます。で、このスプライト1の方にはこういう、プログラムが書かれているんですね。で、これ実行するにはですね、グリーンフラグを押してやります。そうすると、こんにちはと言って、10回ほどこの猫が歩いていきます。途中で止めたいときはこれを押してやる。停止ボタンを押してやるということになります。それでですね、今はグリーンフラッグが押されたときということで、このプログラムを一連のプログラムを実行しましたけども、単独でも実行することができます。例えば、10歩歩かせるというのをここを押すと、今安全帯が動いてますけども、これをですね、例えば、こんにちはというのをクリックします。そうすると、こんにちはと言いますよね。と考えるというと、ここに単独で実行されましたよね。こう合体しているときは固まって実行されるんですけども、この一つ一つをここで、実行したかったらこれを押すというような形で実行することもできます。それではプログラムの保存と読み込みについて、見ていきましょう。まずですね、プログラムの名前ですが、こちらの方のバーのところ、ここに名前、プログラム名が書かれています。ここを自分で変えることによって、プログラムの名前を付けることができます。例えば、プロ01とかそういうような名前を付けるんですね。そして、プログラムは基本的にですね、サインインしていれば、ここに、自分の名前が表示されますけども、この時はですね、自動的に保存はされます。こちらの方のマークですね、ホルダーのマーク、その前に、直ちに保存をしましょうか。で、これ保存されたんですけども、ここでこう開くとですね、ここに今付けた名前で保存されたものがあります。で、サインしている場合はですね、またこの続きをやりたい場合は、エディターの方にこのプログラムを読み込みます。中を見るっていうのを押します。そうすると、こういう状態で、前作ったプログラムを読み出すことができます。これが一つの方法ですね。そして自分のコンピューターに保存したい場合は、このファイルのところから、コンピューターに保存、こちらを押します。そうすると、こういうような形で、ダウンロードをされます。で、ここで読み込みたいときですね。例えば新規にしておきますよね。で、新しい、何もないとき、前のファイル読みたいときは、コンピューターから読み込む。そしてダウンロードのフォルダーに行って、例えばこのファイルですね。SV っていう3っていうのがスクラッチのバージョン3ということなんですけども、これを選んでやって、そして開く。これを押します。で、OK ボタンを押してやると、コンピューターに、保存されたファイルが読み込めるという形になります。そして終了する場合ですね、こちらの方、
スクラッチのマークをクリックするとこの画面になりますので、あとはここでサインアウト。これで終了となります。今回はスクラッチ言語の概要とスクラッチエディターの使用方法について解説しました。スクラッチ言語は子供用のプログラミング学習に取り入れられていますが、プログラムを再学習したい大人においても入門用学習教材として非常に優れたものだと思います。またマイクロビットなどとも組み合わせて使用することもでき IoT の学習にも活用できます。この講座ではこれらの応用的な利用方法についても解説していきます。